今日はフライパン一つで簡単に作れる揚げない大学芋を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライパン一つで簡単に作れる揚げない大学芋を作りたいと思います。で、通常ね、大学芋は油で揚げて作るんですけれども、今回はフライパン一つで、そしてたった大さじ1杯の油で蒸し焼きして、外側はカリッと中はホクホクの大学芋に仕上げていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、みりん、お醤油、お酢、黒ごま、サラダ油です。こちらの材料で作っていきます。今回の大学芋のポイントはこちら。お酢です。お砂糖とみりんとお醤油だけですとお芋同士がねくっついて固まってしまいます。なんですけど、このお酢を加えることでお芋同士もくっつかず程よいとろみに仕上がります。そしてですね、今回はねサラダ油大さじ1しか使いません。たったねこれだけの少ない油で作ることができます。その方法は作りながらご説明していきます。はい、それでは早速作っていきます。まずね、さつまいもを乱切りしていきます。ヘタを切り落としましょう。包丁を斜め45度にして切ります。よいしょ、一口サイズぐらいですね。で、そしたら切った切り口を上にしてまた切ります。はい、で切り口を上にしてまた切ります。で、こんな感じでね乱切りしていきましょう。で、この時結構ねさつまいもも硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、このように乱切りしてください。そうしましたらボウルにお水を張っていただいて、ここにさつまいもを入れます。このまま5分水につけてアク抜きをします。で、5分以上ね水につけてしまうと今度はねさつまいもの風味が逃げてしまいますので、5分経ったら水から引き上げてください。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ります。はい、このようにざるで水を切ってください。で、そしたらですね、この後軽く油で炒めるのでキッチンペーパーでしっかりねさつまいもの水分を取ってください。そうしないとね油で軽く炒める時に油がねパチパチ跳ねてきます。なのでしっかりとね水気は取ってください。時間がある時はこうやってね1個ずつギュッとね水を拭き取っていただくとよりいいかなと思います。はい、お芋の準備はこれで OK です。さつまいもを加熱していく前に調味料を合わせておきます。みりん、お醤油、そしてお砂糖。ここまでがねベーシックな通常の大学芋のタレです。で、ここにですね今回はお酢を加えます。このねお砂糖と醤油とみりん、この3つだけだと絡めていくうちにどんどん飴状になってカチカチに固まってしまいます。このお酢を加えるだけでカチカチにならずとろみのついたタレに仕上げることができます。ではこの中にお酢を入れます。よく混ぜます。このお酢の酸味は加熱すると飛ぶので気にならないかと思います。少しねまだお砂糖のシャリッという感じが残っていても OK です。このように調味料を合わせておきましょう。それではねお芋を加熱していきます。今回揚げない大学芋ということで、こちらのお芋さん、これはですねフライパンで蒸し焼きしていきます。時短でね電子レンジで加熱する方法などもあるんですが、電子レンジを使うとねどうしても水分が飛びやすくてお芋がパサつきやすいです。さつまいもってゆっくり焼いたり、あとは蒸したりすることでさつまいもの甘みを引き出すことができます。なので今回は蒸し焼きしてさつまいもに火入れしていきたいと思います。水を切ったさつまいもをフライパンに入れてください。で、ここで使うのが大さじ1杯の油です。これを回し入れます。火にかけます。で、火加減中火でだいたいね1分ぐらいこうやってさつまいもに油を絡めながら炒めてください。皮の部分にもね全体にこう油がね行き渡るようにしましょう。そうするとね火の通りも良くなります。今
今ね1分加熱しました。でそうするとね、見てわかるようにちょっとこの断面がね黄色っぽくなります。そしたら火加減弱火にしてください。ここにこちら分量外ですがお水を加えて蒸し焼きしていきます。お水を 50ml ですね。蓋をします。途中でちょっと転がしながら5分蒸し焼きしていきます。はい、今ね2分経ちました。ちょっと一度蓋を開けます。お、美味しそうな色になってますね。で軽く転がしてください。ちょっとねこう向きを変えていただくとムラなく火が通るかなと思います。ちょっとねお水少ないのでほんの少しだけフライパンに薄くお水が行き渡るぐらいですね。そのぐらい入れてまた蓋をします。で残り時間あと今やってたので2分ちょっとですね蒸し焼きしていきます。はい、今ねトータルで5分経ったので蓋を開けます。はい、そうするとねもうほとんど水分もなくなっている状態です。ここで一度竹串を刺していただいて中までねスッと竹串が入れば OK です。あとはですねこうやって水分を飛ばしながらさつまいもの表面に焼き色をねカリッとつけていきます。少しね油が跳ねやすくなっているのでやけどには注意してください。こうすることで中はホクホクで外側がカリッとした大学芋に仕上げることができます。はい、こんな感じですね。このように表面がねカリッとしたら OK です。そしたら一旦火を止めてこのさつまいもを取り出してください。でこのようにねボウルに取り出してください。カリッとしてるの分かりますかね。このようにカリッとさせてください。こうやって一度取り出してからタレを絡めることによってこのカリッとした食感をキープすることができます。そしたらね一度このフライパンの中の油を拭き取ってください。でこの時やけどしないように注意してください。で少し焦げついてしまった時はさっと洗っていただくといいかなと思います。それではねタレを最後に作っていきます。フライパンに先ほど混ぜておいた調味料を入れます。ちょっとね下の方にお砂糖が固まってると思うのでそれも取りましょう。そして火にかけます。このまま1分中火で加熱します。1分経ちました。そしたら火を止めます。このぐらいちょっととろーっととろみがつけば OK です。そしたら一旦ねフライパンを火から下ろします。それでは先ほどね取り出したお芋の中にタレを入れます。タラタラタラーっと。で最後ね黒ごまをかけます。そしてよく絡めましょう。はい、これで完成です。でこうやってねお酢を加えることでお芋同士がくっつくこともなくこのようにね大学芋のタレがしっかり絡んで美味しそうに仕上がります。はい、これでフライパン一つで簡単に作れる揚げない大学芋の完成です。こんな感じに仕上がりました。外側はカリッと中はホクホクに仕上がってます。そして大学芋のタレもですねこのようにお芋同士がくっつくことなくしっかりお芋に絡んで美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。さつまいもの外側がカリッとしててお芋の中はホクホクしてさらに甘みも増しててすごく美味しいです。本当に少量の油しか使っていないので食べた感じもねすごくあっさりしててとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げない大学芋のポイントです。まずさつまいもは乱切りしていただいた後お水に5分つけてアク抜きをしてください。で5分以上アク抜きしてしまうと今度はさつまいもの風味が逃げてしまいますので5分経ったら水を切るようにしてください。そして今回は揚げない大学芋ということでさつまいもは蒸し焼きで甘みを引き出してそして最後に水分を飛ばしてカリッと仕上げました。油の量はねたったの大さじ1杯で作ることができます。大学芋のタレについてなんですけれども今回はタレの中にお酢を加えてます。お酢を入れてない状態でタレを作って絡めると絡めているとお芋同士がくっつきやすくなったりとか冷めるとカチカチになってしまったりします。なんですけどこのお酢を加えることでさつまいも同士がくっつくことなくかつとろみをキープすることができてとても美味しく召し上がっていただけます。この大学芋のタレについてなんですけれどもまずフライパンで加熱していただいてだいたいね中火で1分ぐらい加熱していただくととろみがついてきます。
。あとはね、もう蒸し焼きした大学芋に絡めるだけなので、すごく簡単に作ることができます。この工程をね、フライパンでやってしまうと、大学芋のタレが焦げてしまう時があるので、ボウルに入っているさつまいもに入れて絡めていただくと失敗せずに作ることができるかなと思います。はい、ということで今回はね、揚げない大学芋を作ったんですけれども、少ない油でできて、かつさつまいもの甘みもアップして、とても美味しく召し上がっていただけると思います。すごく簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライパン一つで作れる揚げない大学芋を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。